冬の冷たい雨がラバーナム層の窓を打っていました。外の道はぬかるみ、風が家の壁を揺らしています。けれど今では暖炉が明るく燃えていました。ホワイト氏は息子のハーバートとチェスをし、夫人はそのそばで編み物をしています。ホワイト氏が大胆すぎる一手を打つと、ハーバートはすぐにそれを見抜きました。こんな不便な場所に住んでいると道までろくに直してもらえない。負けをごまかすような父のぼやきに息子は笑いました。その時門がきしみました。ぬかるんだ道を踏む足音が近づき、やがて玄関の扉が強く叩かれました。訪ねてきたのはホワイト氏の古い友人モリス総長でした。彼は21年もの間インドで暮らしていたのです。旅の話が一段落すると、モリスは上着の内側から小さな乾いた猿の手を取り出しました。昔あるファキールがこの手に術をかけたのだと言います。人の運命はむやみに変えるものではない。それを思い知らせるため、3人の男がそれぞれ3つの願いを叶えられるようにしたのです。最初の男が何を2つ願ったのかは分かりません。ただ3つ目の願いは自分の死でした。あなたも3つ願ったのか。ホワイト氏が尋ねると、モリスは低い声で答えました。3つともな。モリスはしばらく猿の手を見つめていました。そして突然それを暖炉の火へ投げ込みました。ホワイト氏は驚いて身をかがめ、燃えかけた猿の手を急いで拾い上げます。放っておけ。焼いてしまうんだ。モリスの声は冗談とは思えないほど真剣でした。それでもホワイト氏が手放さないと見ると、彼は最後に警告しました。願うなら猿の手を右手に持ち、願いをはっきり声に出すこと。だがその結果について自分を責めてはならないと。ホワイト氏はわずかな代金を渡し、猿の手を手元に残しました。やがてモリスは何度も焼き捨てるよう念を押して嵐の中へ帰っていきました。モリス総長が帰った後も猿の手はホワイト氏の手元に残りました。さて何を願えばいいのだろう。ホワイト氏が迷っていると、ハーバートが笑いながら言いました。この家の借金をなくすなら200ポンドあれば十分でしょう。大金ではありましたが、一家の暮らしを大きく変えるほどの望みではありません。ホワイト氏は猿の手を右手に持ち、声に出しました。200ポンドが欲しい。その瞬間、ホワイト氏は叫び声を上げ、猿の手を取り落としました。まるで生きた蛇のように手の中で身をよじったというのです。けれど室内には何も起きていませんでした。200ポンドもどこにもありません。翌朝、冬の日差しが居間へ差し込むと、昨夜の出来事はひどくバカバカしいものに思えてきました。200ポンドはどこにもありません。猿の手もただの乾いた小さな手に見えました。ハーバートは父をからかいました。お金が空から降ってきても頭をぶつけないように気をつけて。そう言って笑うと、上着と帽子を身につけ、いつものようにモーガンド・メギンズ社へ出かけていきました。
その日の午後、一人の男がラバーナム荘を訪れました。仕立ての良い服を着たその男は、門の前で何度もためらってから、ようやく玄関へ向かいました。男は、ハーバートが勤めるモーガンド・メギンズ社の使いでした。彼は言葉を選びながら、ハーバートが機械に巻き込まれたと告げました。息子は、怪我をしたのですか？夫人が尋ねると、男は目を伏せました。ハーバートは、もう苦しんではいない。その言葉だけで、二人には十分でした。会社は自己の責任を認めない。けれど、息子の働きへの見舞いとして、ある金額を支払うというのです。ホワイト氏は、青ざめた顔で尋ねました。いくらです？死者は答えました。200ポンドです。ホワイト氏は、見えない手に打たれたようによろめき、床へ崩れ落ちました。ハーバートは、家からおよそ2マイル離れた、新しい墓地に葬られました。葬儀を終えたホワイト夫妻は、静まり返った家へ戻りました。二人は、何か奇跡が起きて、以前の暮らしが戻ってくるのを待つように、ただ日々を過ごしました。けれど、何も起こりません。暖炉のそばには、ハーバートが座っていた椅子だけが残っています。時間が経つほど、悲しみは薄れるどころか、静かに深くなっていきました。そして猿の手は、忘れられたように、暖炉のそばの小さな棚へ置かれていました。ハーバートが亡くなってからおよそ10日、埋葬されてからも1週間ほどが過ぎた夜のことでした。ホワイト夫人は眠れず、窓辺で静かに泣いていました。やがて夫人は突然夫の肩をつかみました。猿の手よ、どうして今まで思いつかなかったの？猿の手にはまだ2つの願いが残っています。夫人は息子を生き返らせてほしいと願うよう夫へ迫りました。ホワイト氏は震えながら首を振りました。あの事故の後、私は服でしかハーバートだとわからなかった。亡くなってから10日ほど経っている。墓に入れてからでも1週間ほどだ。けれど夫人にとってハーバートは傷ついた姿ではありません。今も愛する息子のままでした。下へ行って猿の手を持ってきて、ハーバートを生き返らせて。夫人の願いにホワイト氏は青ざめました。ホワイト氏は暗い階段を降り、暖炉のそばの棚から猿の手を取りました。そして寝室へ戻りました。夫人は窓辺に立ち、じっと外を見つめています。ホワイト氏は猿の手を右手に持ちました。声はかすれ、ほとんど聞き取れないほどでした。息子を生き返らせてほしい。猿の手が床へ落ちました。同時にろうそくの火が小さく揺れ、そのまま消えました。二人は暗闇の中で待ちました。けれど、家の中にも外の道にも何の変化もありませんでした。しばらくして階下から小さな音が聞こえました。玄関の扉をごく弱く叩く音でした。ホワイト氏は息を止めました。もう一度、今度は少し強く。
やがて扉全体を震わせるような激しいノックが続きました。ホワイト夫人もその音に気づきました。ハーバートよ。夫人は寝室を飛び出し、階段を駆け下りました。ホワイト氏はその後を追い、必死に止めようとしました。何をするつもりだ。ハーバートよ、帰ってきたのよ。玄関の向こうでは激しいノックが鳴り続けていました。夫人は夫を振りほどき、玄関の扉へ走りました。黒い鉄の鎖を外し、下の缶抜きを引き抜きます。けれど上の缶抜きには手が届きません。夫人は木製の椅子を扉の前へ引きずりました。玄関の外では激しいノックが続いています。今行くわ、ハーバート。夫人が椅子へ上がり、最後の缶抜きへ手を伸ばしました。その間にホワイト氏は寝室へ戻り、暗い床を必死に探しました。指先が乾いた猿の手に触れました。ホワイト氏はそれをつかみ、玄関へ駆け戻りました。そして3つ目の最後の願いを口にしました。その瞬間、激しいノックが突然止みました。しばらくしてホワイト夫人は上の缶抜きを外しました。玄関の扉が大きく開かれます。冷たい風が家の中へ吹き込みました。けれどそこには誰もいません。夫人の長く絶望に満ちた声が響きました。ホワイト氏は妻のもとへ駆け寄り、それから門まで走りました。通りの向こうでは揺れるガス街灯が静かで誰もいない道を照らしていました。